を資産扱いし権利を奪う奴隷制は様々な形で世界中に存在してきました。中でも規模の大きさと後世への影響で他に類を見ないのが大西洋奴隷貿易です。これは15世紀末から19世紀半ばまで存在し、影響は3大陸に及びました。1000万人以上のアフリカの人たちを強制的にアメリカ大陸に連れ去ったのです。大西洋奴隷貿易が残した影響は奴隷になった人々のみならず、その子孫や世界の大部分の経済や歴史にまで及びました。もともとヨーロッパとアフリカには何世紀にもわたって地中海を介した交流がありました。ただ、大西洋奴隷貿易が1400年代末に始まる発端となったのは、西アフリカにあったポルトガルの植民地と、その後アメリカ大陸にスペイン人が入植したことです。新しい植民地で生産されたサトウキビ、タバコ、綿花には多大な労働力が必要とされ、入植者や年季契約の奉公人だけでは土地を開拓するにはとても足りませんでした。アメリカの先住民を奴隷にしましたが、持ち込まれた病気で亡くなる者や抵抗する者も多かったのです。そのため労働力の供給元としてヨーロッパ人はアフリカに目を向けたのです。アフリカの奴隷制は様々な形で何世紀も存在していました。奴隷の一部は年季契約の奉公人で、期間が決まっていて自分で自由を買い戻すこともできました。ヨーロッパの濃度に近い奴隷もいました。地域によっては奴隷が主人の家族に含まれ、自分の土地を所有し権力ある地位に就くことさえありました。ところが白人の船長たちが奴隷と交換に工業製品や武器やラム酒を差し出すようになると、アフリカの王や商人にためらう理由はなくなりました。彼らは奴隷たちを同胞ではなく、犯罪者や債務者、敵対する部族の戦争捕虜と捉えたのです。そんな人々を奴隷として売ることで王国は豊かになり、近隣の敵国に対抗することができました。こうして奴隷貿易でアフリカの諸王国は栄えましたが、過熱するヨーロッパからの需要に応えようと競争が激化しました。奴隷制は他の刑罰にとって代わり、また奴隷を手に入れること自体が戦いの目的になったのです。奴隷狩りから身を守るために各王国はこぞってヨーロッパの自由を求めましたが、それも奴隷を売って手に入れたのです。こうして奴隷貿易は軍拡競争につながり、アフリカの社会や経済の姿を変貌させました。奴隷には想像を絶する過酷な運命が待ち受けていました。沿岸部の奴隷市場まで歩かされ、シラミよけのため髪は剃られ、焼き印をされてアメリカ大陸行きの船に詰め込まれたのです。奴隷の約2割は陸を見ることはありませんでした。当時どの船長も奴隷を戦争に詰め込めるだけ詰め込みました。不衛生な環境で病死する者が多く、病気になり、あるいは見せしめのために海に投げ込まれた人もいました。船長は購入の証として奴隷の耳を切り落として自分の利益を確保しました。奴隷の中には自ら手を下す者もいました。アフリカ内陸部では白人を見たことがない人も多く、白人を食人種だと思っていました。だからよく人をさらい、もっと人を求めて戻ってくるのだと。食べられることを恐れ、さらなる苦痛から逃れるため、自ら命を絶ったり、餓死を選ぶこともあったりしました。死ぬことで魂は故郷に帰れると信じていたのです。生き残った人々は人としての尊厳を奪われ、ただの積み荷として扱われました。女性や子供は甲板上で船員たちに虐待され、男性はダンスを強いられました。運動をさせ続けて反乱を防ぐためです。新世界に到達したアフリカの人たちや、その子孫に奴隷制が残した爪痕はとてもよく知られています。一方、あまり議論されていないのは、大西洋奴隷貿易がアフリカの未来に与えた影響です。アフリカは単に健康な住民を何千万人も失っただけではありません。奴隷のほとんどが男性だったため、人口統計上の長期的な影響ははるかに大きかったのです。最終的に奴隷貿易がアメリカ大陸やヨーロッパで非合法化された時、奴隷貿易を主体としていたアフリカ諸王国の経済も崩壊し、征服されて植民地化される結果となりました。ヨーロッパ製兵器の競争と流入はとどまることを知らず、戦争や社会不安に油を注ぎ、今日に至ります。また大西洋奴隷貿易は差別主義を広める役割を果たしました。アフリカでの奴隷制は刑罰や部族間の争い以上の深い意味はないことがほとんどでした。ところがヨーロッパ人は世界宗教を説き、キリスト教徒を奴隷にすることを昔から禁じていたため、平等という理念と真っ向から対立する奴隷制という行為を正当化する必要がありました。だから彼らはアフリカの人々が生物学的に劣っていて奴隷になるのは宿命だと主張し、この説を正当化するためあらゆる手段を取りました。
こうしてヨーロッパとアメリカ大陸の奴隷制度に差別的な土壌が定着し、奴隷自身もその子孫たちも社会的に平等な地位を得ることができなくなったのです。つまりあらゆる面で大西洋奴隷貿易は途方もないスケールの不正行為であり、制度は廃止されても今もなお影響が続いているのです。歴史がわかれば過去から学ぶことができ、失敗を繰り返さずに済みます。この動画を見て民主主義国家でヒトラーが権力の座についた経緯を探ってください。